よしよしよし。よ。ですね、この前ずっと使ってたパソコンが潰れたっていう動画を作ったんですけども、マザーがぶっ壊れたんで、今日はね、新しい中古マザーを買いました。新しい中古マザー。データサーバー用として使っていた、昔のメイン PC、もともと入ってたマザーこちら、抜き取ってきました。型番は P8P67 エボでございますね。見た感じプチゴージャスな感じですね。まあ多分ね、ミドルレンジクラスのマザー、この辺りのねヒートシンクが、まあ、めっちゃ安いやつはね絶対これつかないんで、ここの例もねちょっと多めなんで安いモデルではないです。でチップセットがP67 っていうことでね、当時サンディブリッジの当時、P67H と P があって、P67 は画面出力ができない。内蔵グラフィックスあるけども、あっても、画面出力ができないで、グラボが絶対いりますよっていうやつですね。で、これ壊れてます。ぶっ壊れてます。これもうぶっ壊れてますね。はい。ちょっと原因はわかりません。もう、ここの電源押しても、パワー押しても、もう全く動いてくれない。もう6年、7年以上ね、頑張ってくださいました。ありがとうございます。これ CPU 乗ってるんで、3470 i5 3470乗ってるんで、まあこれは利用させていただきたいなと思っております。で、今回買った新しい中古マザーは、どこだって、はい。こちらでございます。じゃーん。ちょっと小ぶりな感じの、マイクロやんな、これ。はい。マイクロ ATX でございます。型番が GAB75MD3V。型番からわかるように M が入ってるんで、マイクロちゃう、マイクロちゃう、型番の M からわかるように、マイクロソフトちゃう、ギガバイトさんの、マザーですね、マイクロ ATX マザーでございます。はい。で、B75 チップなので、これは、さっきと違って、第3世代用の、なんだって、IB ブリッジか。IB ブリッジ用のマザーなんだけど、これ、B75 ってこれめっちゃ低価格モデル用のチップセットなんですね。機能制限がある。で、見た感じでわかるように、すごいグレードダウンしております。これ、なんでこんなグレードダウンしたの買ったかっていうと、もうなんか、そうですね。安かったから、3000円ぐらいやったから、安かったっていう、古い世代なんで、正直、もうちょっといいの買ってもよかったんですけど、なんかそこまでのなんかモチベーションがないというか、古い CPU なんで正直そこまで金かけるモチベーションがあんまり湧かなかったっていう感じで、なんでもうとりあえず早欲しかったし、この3000円の技でいいわと思って買ってしまいました。素晴らしいぐらいグレードダウンしております。こっちの初め使ってた、今まで使ってた方の、マザーが、サンディブリッジやけど CPU が IB 乗ってるんですね。で、こっちは IB ブリッジやからそのまま認識できる可能性が高いですね。CPU 型番が、型番が、i53470 やから、これ3470多分ね、普通に IB ブリッジが出た時の初期ラインナップやと思うんです。ここ後ろにP とか S とか、だいたいインテルさんいらんもんついてたら、なんていうか、初めに出たラインナップの次に出た CPU。ちょっと説明難しいけど、なんか、で、テストでなんか、あんまり優秀じゃなかったやつをちょっと省電力っていういい感じに言って、周波数されて販売する S 対 S みたいなのついてるやつとか、まあ、そういうのやったらね、結構BIOS のアップデート必要やったりするんですけど、多分これは、大丈夫な気がします。調べてないですけど、まあ僕はとりあえず乗せてみて、まあ動かしてみましょうっていう感じで
めちゃくちゃグレードダウンなんで、まずグレードダウンしてる部分はもう、見た感じでわかるのはここのソケット、メモリソケットが、こいつはね、もともと、4レーンあって、最大が 32GB までできます。まあ、そんないらないっていう話なんですけど、で、こっちは、安物マザーですね。レーンが2つしかないと。レーンが2つで、最大がどうやらね、16GB 認識らしいですね。で、まあ、レーンといえば、このグラボのとこなんですけども、こいつ、いい方は、1、2、3と、1、2、3と、エクスプレス家庭16ですね。PCI エクスプレス家庭16が3つと、もうすごいね、その他もろもろついておりますが、こっちすごくシンプルですね。グラボを指す場所はもう1個。家庭16が1個でございます。あとは家庭1ですね。まあ、グラボはね、さすがにこんなもんで2機入れたりね、しないんで、まあ、ただまあ、ここかな。ここの部分が、まあ、拡張ボード挿すときに対応してなかったらちょっと、どうかなって感じなんですけど、まあ別にね、ハードディスク、何個か接続するように使うだけなんで別にええかなっていう感じでございます。で、そうそうそう。まあ、こいついくらぐらいで買ったかね、忘れた。多分ね、このクラスの緑クラスだと2万円ぐらいじゃないかなって思うんですけどね。で、大体まあ、ここのフェーズ周りのね、ヒートシンク見たらわかるんですけどね、ここ一番熱持って、まあ寿命とかね、直結しやすいところかな。ここがね、こういう感じで、ヒートシンクがいい感じになってるやつっていうのは、大体、安物じゃないです。まあ、これとか見てください。もうこれね、もう、ほら、もう掘り出されてますね。うん。こういう感じなんですね。あとはまあ安いマザーはもうここなので電源周りね、コンデンサーとかこの辺りがちょっと弱かったりしますんでね、やっぱり寿命ははっきり言って短くなっちゃったりとか、あとはパワフルな CPU 乗せた時にね、あんまり安定しなかったりとかね、しますんでね、やっぱそこの違いかな。あとはまあ、各入力出力端子がもう全く、変わってきますんでね、これ安物がね、上なんですけど、もう下の方を見たらもう、いろいろ生え揃ってますね。もう生え揃っております。はい。これ上がね、まあ、一応出力機能がね、B75 もあるんですけど、HDMI が対応してないのがちょっと痛いですね。はい。なんでまあ、使おうとしたら変換カバしてオーディオもつけなあかんなっていう感じになりますね。まあ、こっちはもともと、出力がないものなんで、まあ、グラボ使って使うっていう感じですね。まあ、これ見てもうこれを見てね、もう全然まあ、レベル違うなっていう感じしますね。はい。そうですね。もう安い以外にもうメリットがないです。そんなマザーでございます。ただ、あとは、まあ、ギガバイトさんっていうね、このブランドを信じて、ちょっと試してみようという感じになっております。はい。もう早く直さないと、YouTube でね、撮ってる動画とか、バックアップ取れないですからね。っていう感じで購入しました。で、あとはまあ、低価格モデルのチップセットなんで、結構いろんな制約、最大メモリーもそうなんですけど、まあ、オーバークロックの制限であったりとか、そういうとこもあるんですけど、まあ、その他諸々については、あんまり今更気にしないからっていう感じで、あとB75 は一番ダメなところは、まあ、ダメっていうか、SATA 3対応してるんですけど、SATA 3ポートがもう1本しかないから、SSD、ハードディスクはいいけど、SSD はね、この、1つのポートしか使えないっていう感じなんで、SSD を、2機以上搭載しようと思ったら上位モデルがいるっていう感じかな。まあそういう制限が、やっぱりね、安いマザーはかかってきますね。もしかしたら、後々買い替えるかもしれないですね。クーラーマスターさんのクーラー、CPU クーラーです。型番は忘れちゃいました。てか、でかいな。マザーに比べてだいぶでかい。
マザーを交換したっていうことなんで、いつもだったら再インストールするかなってとこなんですけども、今回はそのまま入れ替えて、元入ってた、セットアップしてた SSD を入れ替えてみて、ちょっと、ちゃんと動いてくれるかどうか見てみましょう。デスクトップまでは表示されましたね。いつも思うんですけど、この電源のこのコネクタ、ほんま抜けにくいから、本当に。もういい加減新しい企画ちょっと作ってほしいね。もっと抜き差ししやすいやつ。いや、やっぱり見た目、マザーだいぶちっちゃくなったな。なんか、寂しいな。半分以上クーラーや。で、なんとか起動したんですけども、ちょっとトラブル発生しまして、C ドライブ乗ってる SSD は認識したんですが、それ以外のドライブが全部認識しないっていう感じになって、多分ね、標準ドライバーがうまく当たってなかったのかなっていうことで、もう一度、マザーのサイトからですね、チップセットドライバーからもう全部入れ直してみて、なんとか認識することができました。でも、個人的には、そうですね、逆にめんどくさくなるんで、もう一回再インストールした方が、いいんじゃないかなと思いますけどね。もうちょっとマシなやつ買ってもよかったんですけど、AMD さんが出してる APU あるじゃないですか。で、それでちょっともう一機組んでみたいなっていうのがあるんで、なんかそっちにモチベーション取られてる感じですね、今は。なんでもうこれは、これでいいです。はい。今から自作したいなっていう方が新世代の、例えばライゼン、インテルで組みたいなっていう方は、初めにチップセットとか、マザーとかすごい悩むと思うんですけど、今まで自作をしたことない方、もうこれから自作をするっていう方は、もう、一番安いマザーでもいいと思います。というのは、安いマザー買ってみて、なんていうんですかね、自作初心者の時ってあんまり使いこなせないっていう部分もあるんでね。はい。で、なんか後々初めに高いものを買っても多分、もう一機組みたくなるから、だから僕は個人的には、安いチップセット、安いマザーでも、あんまり安すぎると、多分ね、不良率がちょっと高くなるんですよ、割合的に。で、なんでそこそこ、そんな高いの買わなくてもいいかなっていう感じです、初めは。だいたい目安として、1万5千円ぐらい以降のマザーであれば、普通に使う分には全く問題はないっていう感じですね。お金なかったら1万円そこそこのもの買っても、初めての自作であればいいんじゃないかなと思いますね。はい。なんというかミニ四駆買って、初めは遅いけど、どんどんチューンアップしていって、速くなっていく感動みたいな、そんな感じですね。知らんけど。はい、今日はこんな感じです。終わります。はい。こんな感じでね、パソコンの自作をみんなで楽しもうっていう感じの、そんな動画を作りたいと思ってますんで、よかったらチャンネル登録してください。またお会いしましょう。さようなら。